はい、皆さんこんばんは。本日もですね、サブスタンス 3D 道場の、お時間がやってまいりました。今回はですね、すごくシンプルなヘアドライヤーを作りまして、そこに対してペインターを使って、一部デザイナーを使ってね、ハイトの関係性とかをちょっと説明しつつ、やっていきたいと思います。はい、それではですね、こちら次はですね、本日のトピックとなっております。はい、こちらシンプルなオブジェクトにディテールをつけていこう。こちらでですね、ペインターの基礎的な部分もですね、実演していきたいと思います。で、本当にちょっとした Tips です。今回ですね、私が今までやってたパスツールっていうよりも、なんていうんですかね、ちょっと溝をつけるのにすごい有効なサークルテクスチャを使用したワープ投影の利便性というのをですね、見つけてしまいましたので、皆さんにもこちらをですね、共有したいと思います。で、複雑な形状はですね、デザイナーで作りましょうといった感じですね。で、あと、ハイトマップに関しては、デザイナー側からの方が理解しやすいかもといったところです。結構自分はですね、私の方はそうでした。やっぱペインターですと、このグレースケールは表示されるんですけど、そのハイトの高さとか低さとかそういったところをですね、そのグレースケールの中だけでしか判断できないんですが、デザイナーですとやっぱりビジュアルで判断できますので、そこら辺をですね、その理解っていうのをデザイナーからペインターも、同じ理解で OK ですので、そこは、デザイナーからの方が私はですね、理解がしやすかったといったところですね。こちらやりながら紹介していきます。で、またですね、最後は Firefly 坊主のアップデートもご紹介いたします。はい、それでは早速やっていきたいと思います。はい、こちらペインターですね。こちらをですね、こちらが、3D モデルですね、作成した、モデリングのオブジェクトとなっております。で、こちらをまずはですね、インポートした際にやっていただきたいのが、こちらのですね、このペンマークの左側にある、ベイク処理といったところですね。ベイク処理っていうのはですね、従来、ハイポリモデル、もっと複雑なディテールを持ったオブジェクトと、こういったですね、簡易的なシンプルなモデリング素材をですね、焼き付ける、そのハイディテールな素材、要素を焼き付けるといったところだったんですが、こちらでもですね、このシンプルなオブジェクトだけでも、使えるものとなっております。これを施すとですね、こういったちょっと影が暗くなっているじゃないですか。こういったところにですね、ちゃんとオクリュージョンというですね、データとしてですね、マップが入ってくるんですね。ですので、ぜひぜひこちらはですね、忘れずに行ってください。こちらはですね、もう施した後ですので、もうペインティングモードに戻っていきます。それではですね、ここからですね、こういった感じで、今ちょっとディテールついたの分かりますかね。こういったところをですね、はい、つけていきたいと思います。で、最終的には、はい、このような感じにですね、仕上げていきたいと思います。この前面とフロント部分とバックサイド部分ですね、こちらはですね、デザイナーの方で作ったものを、載せております。で、最初にですね、作るものがですね、こういった丸の溝ですね、溝とかこういった直線の溝ですね、この形状を覆うですね、直線の溝となっております。こちらをですね、今まではですね、この新しい、こういった、レイヤーをですね、作成しまして、ここからこのパスツールですね、パスツールを使って、こちらフィルをですね、入れておきますね。パスツールを使用して、こうやってペイントしてたんですね、以前は。なんですが、これって結局、ちょっと待ってくださいね。このラインが結構多かったりする場合であったりとか、今見てわかるようにちょっと直線じゃないんですよね。頑張って直線しようとしても。で、ここをですね、こうやって、調整したり修正したりといったのがですね、すごく時間がかかってしまいます。ですので、なんかないかなっていうふうに思っていたところ、こういったのを見つけましたと。はい、これ削除しちゃいます。とですね、このアルファの素材の中にですね、サークルと入力します。そうすると、こちらもですね、シェイプボーダーサークルというものがございますので、こちらをですね、使用していきます。例えば、こういうふうにビューを変えまして、このようにですね、ドラッグ&ドロップでマスクとしてですね、使っていきます。はい。
でこちらがですねワープ投影となっておりますので、こうやって R でキーボードの R キーを押すとこういってスケールをですね変更できますね。で W キーを押してこういった感じでワープ投影のですねポジションっていうのをですね変更していくことは可能でございます。でこれでですねちゃんとこういう風な感じで溝がですね、溝というか白い幅がですねちゃんとまっすぐオブジェクトに沿って描いていくことが可能となります。で本当はですねこの何ていうんですか、ここの中心、このオブジェクトの裏面の中心センターにこの、ワープツールの矢印がですね来るのが望ましいので、ここら辺をですね少し、調整していきます。例えば多分 Y とかをですねこのように下の方にしたりして、こういう感じですかね。はい、はい、それでですねこちら右クリックで今 3D 投影とかやってるんですが、こちらをですね結構やっぱもっと細いラインにしたいなと思いますので、今回はですね投影深度っていうのをですねいじって、このように投影深度を下げていきます。そうするとだんだんこのようにですね細くなっていきます。はい、なくなっちゃったですね。投影深度、こんくらいにしておきましょうかね。 0.02 とかでこのようにですね、フレキシブルに調整することが可能となります。で今回はですねこちらのモデル、こちらのマテリアルはですねカラー情報はいらなくてハイトのみ、ハイト情報のみ欲しいので、ハイトをオルトコントロールしますね。でこちらグッとやっていきます。下の方に持っていきます。そうするとこんな感じですね。でこちらに対してフィルターを追加して、今エッジがすごい立っている状態ですので、ここをですね柔らかくブラーかけて柔らかくしちゃいます。はい、そうするとこんな感じでですね綺麗なラインがですね入りました。やっぱプロダクトデザインなのでこういったラインが入るとよりそれっぽく見えるかなと思います。でこちらレイヤーの中でですねもう一つ使いたいなと思ったら、もうコマンド D して複製しちゃいます。でこういうふうに移動しますと先ほど作ったものが消えちゃうんですね。ですのでここはですね重ね方を今ノーマルとなっているんですがアドに変更します。こちらですねリニアドッジアド、はい、でそうするとこういうふうに出てきました。ですので出てきて、こちらはですね投影深度を変更すればこのようにですね調整することが可能なんですね。新しい溝をですね作成することがこのようにできます。はい、例えばですねこちら溝を作成して今幅を変えたじゃないですか。幅変えたのでちょっとブラーの量も変えたいなと思った時は、このブラーをですねそうか、ブラーを下に入れても多分エルダッチだからそうですねダメになってしまいますので、このマテリアルをですねマテリアルごと複製しちゃってやった方がいいですね。調整した方がいいですね。はい、でこちらをですねもう一本追加していきます。はい、でこちらもエルダッチにして、こんな感じでできました。ではですねこっち側にも、この下の持ち手の部分にもですね同じように入れていきたいと思います。こちらはですねこのようにして同じようにドラッグ&ドロップをしましてマスク、はい、で投影深度はまだいじらずにスケールをですねこうやっていじりまして大きくしまして、ポジションをこのように変えていきます。でここから投影深度をですね、このように下げていって、同じようにですねハイトのみにしてこちらをグレースケールを下げると。でここに対してもフィルターを追加でブラー、でこちらをですね複製しちゃいます。コマンド D で複製します。そしてこのように
ですねやっておきます。で上のラインはですねこちらのラインは上の機械の方と、上の方と水平にしたいので E キーを押してですねこのように、ですね、調整したり、もしくは先ほどのですね 3D 投影のこちらの回転でですね調整することもできます。多分 X の90ですね。はい。一応ちょっと Z もマイナス90にしておきましょう。はい。これでもピタッとまっすぐになりましたね。はい、こんな感じですね。はい、そして最後にですね、先ほどちょっとここら辺に、ボタンみたいなものがあったと思うんですが、ロゴがここに来て、ボタンがここに来るので、こちらもですね、もうドラッグ&ドロップで、はい、このようにですね、やっておきます。ただ、最後にですね、こちらはですね、このビットマップイメージ、画像の方のこのボーダーウィルスっていうのをですね、使って、こうやって補足して、大きさはこうやって調整しまして、でハイトのみ、オルトクリックのハイトのみでこのようにやっておきます。でフィルター追加のブラー、はい、でもうちょっとこんな感じですね。はい、こんな感じでですねペインターで、ペイントするのがですね可能となります。はい、結構、これでそうですね。あとは、ディテールの部分、細かい部分、こういった複雑な部分はですね、デザイナーで作成していきたいと思います。でも、複雑な部分といいますか、言ってもですね、結構、作りはシンプルですので、はい、このような感じですね。デザイナーではこのような感じとなっております。ちょっと待ってくださいね。見てみますと、一応3つのパーツでですね、構成されております。こちら真ん中のですね、この真ん中にあるちょっとなんていうんですかね、上にあるものはい、凹凸のねどっちだかなと思っちゃったんであれなんですけど、これですね。はい。と下のですねちょっと空気が流れ出るファンの部分ですねといったもので構成されております。でそれを構成したものをですね2つのものをガッチャンコして高低差をつけて、ペインターの方に送っているといった感じとなっております。こちらのファンの部分だけですね見ていきたいと思います。まずはですねこちらシェイプで作成しています。シェイプをですねこのちょっとですね読み方がわからないんですがトラペゾイドトランスフォームグレイスケール、こちらでですねキュッとすくうしてるような感じですね。でこちらでトップストレッチとボトムストレッチを調整した後にこのブラー HQ グレースケールでちょっとぼやっとさせています。これなんでぼやっとさせてるかっていうと、ここのですねこの状態だとすごい角が立っている状態なんですね。で角の丸みを出すためにこのブラーをかけております。でこちらにレベルでこうやって範囲を絞ってですねこういった感じの形状をですね丸い形状を作成しているんですね。でこちらレベルではなくてもスレッシュホールドをですね使えばこういった形状を作成することが可能となります。でこちらのスレッシュホールドを使うとこのパラメータをですね今 0.82 とか多分そうですね25とかそういった感じのパラメータをですねエクスポーズしてこのパラメータを外部でも、扱えるように出力することが可能ですので結構そちらの方が便利かなとさっきですね気づきました。はい、でそちらをですねスプラッターサーキュラーグレイスケールに入れましてこのように並べております。多分こっちをですねじゃあスレッシュホールドに変更するとどうなるかと、同じような形状なんですがこちらをやると例えば今 0.26 値が 0.26 なのがこのようにですねいろんな細くしたり太くしたりという形状をですねペインターであったりアンリアルエンジン、ユニティとかブレンダーであったりといったところで調整することが可能となります。はい、レベルですとここをですね調整するのが
多分難しいと思うんですよね。これそうパラメータをエクスポーズできたとしてこれを調整するのは多分難しいと思います。はい。でこちらに対しちょっとだけベベルをかけまして少しですね段差をつけています。で最後インバートグレースケールで白黒を反転しております。でこれをですね今ハイトブレンドでこのように高低差をつけているんですが、すごくハイトブレンドはねすごく簡単なんですよ。で私もこれをですね使うようになってから結構そのペインターでの高低差っていうのがですね、高低差の作り方っていうのをですねイメージすることがたやすくなりました。で今、この上のドットがハイトトップ、上に来るものですね。でハイトボトム下に来るものですねっていうのでつなげているんですが、こちらですねオフセットをこのようにやっていくと結構分かりやすいですよね。右側の画像でどんどん下にオフセットを上げていくと下の画像がどんどんそのなくなっていくなんだろうなハイトがなくなっていくっていう感じですね。でオフセットを下げていくと、上のトップの画像がですね下の画像に埋もれていくといった感じですね。はい、そういったものをですねこういうふうにやると、例えばこちらで調整しますと今、ハイトオフセットが 0.8 なんですが、これをですね上げていくとこんな感じですね。はい、下の画像が、上の画像に溶けていくっていう感じですね。で逆もまたしかりみたいな感じですかね。はい、そうですね。でこちらをですねペインターの方に出力しております。で今回はですねメインで使うのはノーマルマップと、アンビエントオクルージョン、そしてハイトの方ですだけですので、ラフとメタリックは、無視しております。であとベースカラーもですね一応念のため出力しております。ではですねペインターの方に戻りまして、これがですねドライヤーありましたね。でこちらをですねこのようにドラッグ&ドロップします。はい、それでですね右クリックでプロパティを見ながら UV 投影ではなく、ワープ投影に変更しますね。でポジションと大きさをこのように変えていきます。はい、こんな感じですかね。でちっちゃくしてで投影深度もですね調整します。若干ですねスケールを大きくしていきたいと思います。あれどこ行った？ですねありましたね。こうですねこういう感じで、はい、でこちらはですねカラー情報はいらないので、はい、こういうふうにしておきます。そうするとこんな感じでですねマテリアルが入れ込めました。すごく簡単ですよね。はい。でこういう風な感じで先ほどのハイトブレンドみたいなのをやっておくと、例えばちょっとですねここのですねこちらですね、はい、こちらの凹凸関係っていうのもですねどんな風になってるかと申し上げますと、このようにして今3つですねマテリアルが素材が入ってるんですね。1つこちらがですねこのへこませてる部分ですね。はい、こちらですね。こちらとこの中にあるボタンのスライドするところの部分ですねとこの引っかかりのところですね。はい、こちらをですねこのカプセルというビットマップイメージで作ってるんですが、これ右クリックするともうこのグレースケールでしか、こちらではですね表現できないといいますか数値が見えないので、これをですねやっぱり何ていうんですかね、そもそもペインターで作るよりも私も作って出来上がった後に思ったんですが、デザイナーで作っちゃった方が良かったなって思いました。じゃあですねどんな風に作っていったかっていうのをですねお見せしたいと思います。はい、こ
ちらがですね、カプセル。はい。こちらもですね、ビットマップイメージを使っております。で、こちら同じようにマスクで入れまして、このですね、ハードネスをこういうふうに上げて、レングスをですね、半分くらい、0.5 とかにしておきます。で、スケールをちょっと上げまして、ちょっとポジションをですね、このように、はい、やっておきます。で、先ほどと同じように、ハイトの情報のみにして、こうやって、はい、下げると。で、こちらに対して、フィルター追加ですね。で、ブラーを追加しちゃいます。おっとっとっと。こちらの、マスクの方ですね。マスクの方にフィルター追加のブラーですね。はい。適用できました。はい、こんな感じですね。ちょっと分かりやすいように、カラー情報も入れときましょう。はい。で、もう一つがですね、こちらを、こちらのマテリアルを複製します。複製しまして、こっちはですね、逆にハイトをこういうふうにしておきますね。上げておきます。で、色味をちょっと分かりやすいように緑にしておきますね。で、ブラーとりあえずなしで、このシェイプカプセルの上にですね、ですね、シェイプ、こちらもですね、シェイプスクエアスクイーズか、はい、っていうのを入れていきたいと思います。で、こちらの同じ場所をですね、活用したいので、ここのですね、シェイプカプセルをコントロール D、コマンド D します。はい。で、この下のですね、プロパティのこちらに、これをですね、ドラッグ&ドロップしちゃいます。そうすると、こうなりますね。はい。で、こちらのですね、ハードネスっていうのを1にしておきますね。で、重ね方はサブトラクト。はい。ですると、こんな感じになります。はい。そして、ブラーをかけますと。で、もうちょっと、こちらはですね、スケールをこのようにしていくと、こんな感じですかね。はい。いいかなと思います。で、スクイーズの方をもうちょっとこうですね。で、ここにですね、ボタンをかける、作るのも、引っ掛けのボタンを作るのも、またですね、カプセルツールですね。よいしょ。はい。で、こちらをドラッグ&ドロップしまして、マスクですね。で、こちらは90度横にします。で、ハードネス。で、スケールをこのようにですね、はい、ちっちゃくしていきます。はい。で、色味を、ですね、何色が分かりやすいかな。黄色。いや、紫にしておきましょう。で、ハイトをこういうふうにやっていくと。はい。そうすると、このようにですね、こんな感じになりますね。はい。はい。こんな感じでですね、作成したんですが、例えばこれ作った時に、じゃあもうちょっとこれ全体的にポジションを上下左右ちょっと移動したいなって思った時に結構めんどくさかったりするんですよ。一つ一つのマテリアルをいじっていって調整しなくちゃいけなかったりとか。なのでこういったものはこういったパーツっていうのはデザイナーの方で今みたいに簡単に作れますので、そこで先ほど紹介させていただいたハイトブレンドを使うとよりですね分かりやすく簡単に作成することができますので、そちらの方がいいなと思いましたね。でデザイナーですと、例えばここのね丸い部分あるじゃないですか。この丸い部分をもっと四角寄りにしたいといったことも可能ですし、じゃあ今ペインターの中で外側だけこういうふうに四角寄りにできたとして内側も同じように反映されないわけなんですよ。ただデザイナーですとノードつなぎでそういうふうな設定の構築がですねできますので、はい、そっちの方がですね私は皆さんにはおすすめかなと思っております。はい、こんな感じでですね今回のですねマテリアルは、作成しました。ちょっと、見てみますね。はい、ハイトマップに関しての、はい、いましたね。はい、そしたらですね、Firefly ボーズのですね、アップデートも紹介していきたいと思います。
ちらですね、Firefly Bows。今回ですね、もうちょっとアップにしまして、今回このようにですね、こちらのドライヤーをですね、レンダリングしたんですが、こちらステージャーでレンダリングしました。で、例えばこちらのドライヤーをこのように、これ確かペインターのレンダリングのところでスクショしたものをこちらにピッと貼ったものですね。で、レンダリングをですね、イメージっていうのをですね、出力するとこんな感じでいろいろ出てきましたので、今回そのライティングはですね、こちらの画像をですね、参考にしましたね。ちょっと背景がふわっと明るくなってて、ギランとした感じがですね、出てるのがかっこいいなと、コントラストがかっこいいなと思って、はい、このような感じですね、できましたと。で、それでですね、例えばこっち側にあるんですが、この文字をですね、今変える前はドライヤーとなっていたんですが、今これ Adobe っていうふうに同じようなフォントでですね、変更できるのがですね、こちらの Firefly Bows で行えるといったところで、動画をですね作ってきたので、そちらを見ていきたいと思います。こちらですね、はい、この編集のところからですね、編集メニューから画像内のテキストを編集（ベータ）というのがございます。で、こちらをやると、その打った文字をですね、前の文字に対して前の文字と同じような感じでですね、探してくれて貼り付けてくれるんですね。で、ちゃんとパースもですね、合ってくれている感じとなっております。で、こちらをですね、画像からですね、3D に変換っていうこともですね、機能としてありますので、ちょっとそれも面白いですね。ただ、今のところ 3D データとしては、ダウンロードはできませんでしたね。ただ、見えてる部分はちゃんと 3D にしてくれてるので、結構すごいなと思ったものでございました。裏面とかはね、ちょっとまだ見えてないので変な感じになっちゃっているんですが、はい、こんなアップデートがありますので、ぜひぜひ皆さん触ってみてくださいといったところと、あとはですね、プリセットとしてですね、いろいろなものが追加されておりますので、そこもですね、ちょっと紹介していきたいと思います。この後だったかな。はい。こちらをですね、Chrome に戻りまして、25% くらいでいいかな。この下の方にですね、例えばこちらもですね、2つの画像を用意して、せっかくなので、なんか、マーケティング用に使えそうな広告画像みたいなのを作りたいなと思ったんですね。で、こちら2つ選びまして、このプリセッツからですね、こちらですね、マッシュアップ。これをですね、使うと、ちょっと時間かかるんで、このようにできましたというような感じなんですが、こんな感じでできるようになりました。ちょっとですね、この、なんていうんですかね、前後が、左右が逆転しているものとなりますが、ちゃんとドライヤーっていうですね、ロゴもちゃんと来ているのがわかるかと思います。結構いい感じですよね。こちら確かFireflyじゃなくてナノバナナだったんですが、なんかこれ、そうですね、レンダリングした元の参考の画像をですね、反対側をですね、ちゃんと写して、こちらと、似たような感じで用意すれば、同じような感じですね、作成してくれるのではないかなと思っております。はい。結構ですね、いろいろなところで、いろいろなシーンで使えるのかなと思っております。はい。今回はですね、そんな感じで、今回のですね、トピックとしては以上となるんですが、そうですね、皆さんちょっと明日、明日の夜中ですよね、Adobe Max がですね、当日を迎えますが、その中でですね、それとは関係なくですね、After Effects のベータ版にですね、すごい 3D 機能がですね、搭載されましたので、そこら辺をですね、11月、次回のですね、こちらのサブスタンス 3D 道場では、ご紹介したいなと思っております。はい、そんな感じでですね、皆様、体調には気をつけて、お過ごしください。それではまた来月お会いしましょう。